はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん！ボックスの人気のですね、エフェクター、バルブエナジーシリーズからカッティングエッジです。これね、めちゃくちゃ歪むんですよ。それもとってもいいのでね、ぜひ最後までご覧ください。以前ね、こちらの動画とか、こちらの動画でですね、シルクドライブという機種と、コッパーヘッドドライブっていうね、エフェクターを紹介しました。それと同じシリーズのバルブエナジーシリーズなんですけど、今回はカッティングエッジということで、めちゃくちゃ歪みます。そしてですね、メタルサウンド特有のですね、低音源をミュートしてズンズクやるのがね、めちゃくちゃ気持ちいいエフェクターになっています。他のバルブエナジーシリーズと同様にですね、YouTube というですね、とっても小さい次世代真空管が入っております。YouTube のエフェクターっていうのは近年結構あってですね、この辺の動画で紹介しているのが YouTube を搭載されたエフェクターです。またですね、ボックスの MV50 っていうシリーズがあって、これもね、全部 YouTube が搭載されています。筐体とかつまみに関しては6つのつまみがあって、スイッチがあって、ここにですね、波形が映ります。そして後ろにですね、リンクっていうのがありますね。このリンクに関しては、こちらの動画で詳しく紹介しておりますので、そちらをですね、ぜひご覧になってください。そしてね、他のバルブエナジーと同様にですね、3つのモードがありまして、スタンダードモードとプリアンプモードとキャビンモードっていうのがあります。スタンダードモードっていうのは普通に歪みエフェクターとして使うモードですね。アンプのインプットに入るモードです。そしてプリモードっていうのはこいつがプリアンプになりますので、ここからアウトからですね、ヘッドアンプのリターンだったりパワーアンプに入るモードです。そしてですね、キャビンモードっていうのはこの中でですね、キャビネットシミュレーターがオンになりますので、ラインで通した音でもちゃんとアンプで鳴ってるかのような音っていうのをラインで得られるというモードです。卓録なんかね、家での練習とかなんかはね、このモードを使ったらいいと思います。はい。ということで、実際にどんな音がするのか見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。ではですね、カッティングエッジの音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 ですね。そこからカッティングエッジに入って、で、アウトからですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンのインプットに入っております。ですので、このカッティングエッジは歪みエフェクターとして使う感じですね。で、そのコッホのペダルトーンというプリアンプからラインアウトで出力して、レコーダーで収録しております。バイパスの音はこんな感じです。つまみはだいたい12時でですね、オンしていきたいと思います。とっても気持ちいいハイゲインサウンドですね。で、他の接続方法もいろいろ、この撮影の前にね、いろいろ試したんですけど、やっぱりこのスタンダードモードでアンプのインプットに挿して歪みエフェクターとして使う方法は、やっぱりアンプのキャラクターにとっても影響されるなっていうのが、当たり前なんですけど、感じました。この後に紹介するキャビシミモードだったり、プリアンプモードっていうのはね、もっとこいつの特性っていうのはもっと出るので、そちらもね、後で楽しみにしててください。でですね、つまみを回していきたいと思います。これはボリュームなので、ボリュームはこのままで、ゲインを回していきたいと思います。これね、ハイゲインも素晴らしいんですけど、クランチサウンドがめっちゃいいっていうのもね、一つポイントです。こちらの動画で紹介したコッパーヘッドドライブとかもハイゲイン系なんですけど、ゲインを絞った時にしっかりですね、クランチのいい音がするっていうのはね、やっぱりこの真空管の影響もあるのかなと思いました。とってもね、好感の持てる素晴らしいサウンドです。ではですね、EQ ですね、この3つの EQ を回していきたいと思います。まずはベースから。次ミドルですね。次トレブルです。
はい、EQ の効きもね、とってもいいので、音を作りやすいんじゃないかなと思いました。僕はやっぱこういうね、ちょっとミドル落とした音が好きですね。原因上げて。っていう感じですね。次にですね、タイトっていうのがあるので、これをやってみたいと思います。これはですね、結構沈むんで、これを締めてあげると、もうちょっと音がキュッとするので、リズムを刻むのにちゃんとね、わかりやすいというか、タイトな音になるという感じです。一回試してみたいと思います。まずはタイト全くない状態から。こういう音ですね。タイトを上げてあげると、はい。わかりますかね？こっちだとズンズンするのに結構広がる音なんですよ。で、これを上げてあげると、この歪みの音符がどこにあるか分かりやすい音ですね。ズンズン刻むのにですね、輪郭が出てくるような音です。この辺もね、駆使しながら音を作っていくとね、とてもいい感じになるんじゃないかなと思います。じゃあ次はですね、別のモードですね。キャビ趣味モードがありますので、それを使って LINE で撮った音っていうので見ていきたいと思います。はい、次はですね、カッティングエッジのキャビモードですね、を試してみたいと思います。アウトから出てる音がですね、キャビ趣味を通った音になりますので、このまま直接レコーダーにつないで LINE の音を収録しています。で、LINE でつないでも結構アンプで出した生の音みたいにいい音になってくるというモードですね。これを試していきたいと思います。バイパスの音はこんな感じですね。LINE の音なんでペコペコな音ですけど。で、ギターはギブソンの ES335 です。では、流していきます。つまみはだいたい12時ぐらいの音です。このね、やっぱ LINE の音もめちゃくちゃいいので、キャビ趣味モードもとても使えるんじゃないかなと思います。家でのね、練習だったり、宅レコだったり、とても使い勝手いいんじゃないかなと思いました。でですね、つまみ回していきたいと思います。これはこっちが一応ボリュームなので、これはこのままで、ここはですね、原因を回していきたいと思います。こういうハイゲインのアンプでも結構ね、クランチサウンドがいいんですよね。でですね、次 EQ 回していきたいと思います。EQ もかなりしっかり効きますね。次はミドルです。次ですね、トレブル。LINE で鳴らしてもとてもいい音です。次ですね、このタイトですね。これをやってみたいと思います。結構ハイゲインなんでね、音がすごく広がる音なんですけど、このタイトを回していくと、とてもね、締まってくる、あんまり雑味のないというか、ズンズク刻むのにはですね、しっかりこのタイトスイッチを上げてあげるとですね、切れ目が分かりやすいというか、音符がね、分かりやすくなって、リズム刻むのにはいいんじゃないかなと思います。例えばですね、こういう音にしたとして、これがですね、タイトを上げてあげると、音
音が広がる感じっていうのがね、非常に弱くなって、刻みが明瞭になっていくという感じですね。逆にタイトを左にですね、回し切ってあげると、広がるので、刻みのリズムがちょっと分かりにくいというか、真空管っぽいというか、倍音のある、雑味のある音感じになります。で、僕はね、個人的にはこっち側の音の方が結構好きなんですけど、ただ刻みたい時とかっていうのは、やっぱこのタイトを上げてあげると、やっぱりこう、リズムが刻めるのかなと思いました。よく歪むし、とても気持ちいいですよね。やっぱメタルやる人とか、ハイゲインが必要な方っていうのはね、これとってもいいエフェクターだと思うので、ぜひね、試してみてください。ではですね、次は、スタジオに行ってですね、プリモードですね、プリアンプモードにして、スタジオのヘッドアンプのパワーアンプを使ってですね、リターンにさしてですね、どういう音がするのかっていうのを試してみたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい。というわけで、スタジオにやってきました。カッティングエッジのですね、プリモードですね、プリアンプモードを使って、スタジオのですね、ヘッドアンプのリターンにさして、音を鳴らしていきたいと思います。このカッティングエッジをプリアンプにしてですね、マーシャルのリターンにさすことでですね、マーシャルのヘッドアンプのパワーアンプを使って、キャビネットから音を出すという感じですね。で、使用するヘッドアンプは、マーシャルの JVM210H です。こちらのですね、リターンに接続しております。ではですね、音を鳴らしていきたいと思います。このつまみはボリュームなんですけど、録音の関係上ですね、ボリューム最大にして、結構大きめにして撮影しております。まずはですね、バイパスの音こんな感じです。じゃあ、オンしていきたいと思います。プリアンプって今出ましたね。まずはですね、全部だいたい12時ぐらいの音ですね、やってみたいと思います。めちゃくちゃいいですね。ではですね、つまみを回していきたいと思います。まずは原因を回していきたいと思います。もう原因上げた音っていうのは本当に申し分ないですね。もうめちゃくちゃ気持ちいいです。でまた12時ぐらいに戻して、次はですね、この3バンドの EQ を回していきたいと思います。次ミドルですね。次トレブルです。EQ の機器も申し分ないので、非常にね、使いやすいと思います。そしてですね、ここですね、前紹介したコッパードライブとかシルクドライブっていうのは、ここがブライトスイッチだったんですけど、今回はここですね、タイトつまみになっております。こちらを回していきたいと思います。これタイトはやっぱゼロにすると結構広がる音になりますね。タイトをマックスにすると広がりがなくなるので、ズンズンやるときとかにしっかりですね、アンプを刻んでいけるというか、そんなイメージがあります。
はい。いかがだったでしょうか？僕個人的にはこれめっちゃ好きですね。この感じ、ズジャーって歪んでるけど、もわんとしない感じというか、ちょっと非常に言葉が難しいんですけど、すごく歪んでるんだけど、あんまりボワンと広がらない音っていうのがタイトでですね、しっかり作れるのがいいなと思いました。という感じでね、ぜひ試してみてください。はい。いかがだったでしょうか？この歪みめちゃくちゃ気持ちいいです。この動画で紹介したみたいに、このリンクを使って、このマーシャルの歪みでソロを弾くんだけど、バッキングでズンズクやるときは、これでやるとか、こういうね、このリンクを使って出し入れができるっていうのもね、とってもいいですよね。もちろんこの組み合わせじゃなくても、他のバルブエナジーシリーズでもいいんですけど、こうやってね、いろんなシリーズがあって、それぞれが親和性があってですね、同時に使うことで、メリットが得られるっていうのはね、とってもいいし、面白い設計ですよね。こういうところがね、とってもボックスの僕は個人的にいいなって思うところでした。で、このカッティングエッジもとってもいいエフェクターなので、ぜひお店で試奏したりですね、試してみてください。で、このエフェクターのですね、商品リンクはですね、この動画の概要欄に貼っておりますので、ぜひね、そちらから詳細ご確認の上、購入検討してみてください。僕の動画ではね、こんな感じで、ボックスのエフェクターの紹介だったり、ボスのエフェクターの紹介だったり、ギターの紹介だったり、あとはですね、バンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで、本日はボックスのカッティングエッジの紹介でした。本日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。